ニングラディオ。皆さんおはようございます。時丸です。今日は12月17日水曜日、時刻は朝の6時を回りました。今日も東京のホワイトボックススタジオよりお送りしています。天気は晴れ、気温は9度くらいまで上がりそうです。結構寒い日になりそうですね。ただ天気は良さそうです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということで今日も1時間くらいラジオやってきますので、ゆるりと聞いてください。何かしながら作業用に聞いてください。はい、ということで、今日ね、僕はランニングの日でしたね。朝から走ってきました。5キロぐらいです。はい、いつも通りの感じです。で、寒くなってくると、やっぱりどういう風な格好で走ろうかなってことで迷うんですけど、ついこの間までは僕は短パンでね、ショーツで走っていました。でもやっぱり寒いんですよね。当たり前ですけど、走り始めが特に。なんかもう1キロ2キロぐらいまで行った後は、全然体温まるんで大丈夫なんですけど、やっぱ最初がね、寒いんで、普通にロングパンツを履くようになりましたね、ようやく。で、そうなって上はメリノフーディーみたいなもの。で、これよりもうちょっと寒くなってきたら今度ジャケット、NU ジャケットを羽織るんですけど、しばらくは、フーディーだけでね、行く感じになると思います。ただね、手が寒い。これでもう毎年なんか手袋を買うかどうか迷ってるんですけど、結局買わずにね、行くんですけど、ただ手袋、グローブを持っていた時期もあって、なんか、やっぱね、あった方が手はね、楽なんですけどね。ただ物が増えちゃうんでね、手袋なしで、粘っていっています。じゃあ今日は今朝の一曲から参りましょう。今日はこの曲いきます。サニーデイサービスでクリスマス。はい、聴いていただきました。サニーデイサービス、クリスマス。はい。この曲は結構ね、僕思い入れがある曲ですね。なんか、なんだろうな、結構3年ぐらい前かな、3、4年ぐらい前に、ふとこの曲にハマってしまって、で、その時はもうクリスマスではなかったんですけど、3月とかだったかな、なんか全く季節外れだったんですけど、なんかむちゃくちゃハマって聴いてた時期がありましたね。で、結構 PV が面白いので、もし聴いてない方は見てみてください。季節ものでね、ちょっとベタな選曲ではあるんですけどね、皆さんどんな感じでクリスマス過ごすんですかね。私は何もしないですね、特にね。ちょっとイエス・キリストの真似をしてこうやって、なんか壁とかにこうやって、やったりはするかもしれないですけど、だいぶ怖いですけどね、一人のアラフォー独身のね、無職の人が、そういうイエス・キリストのモノマネを家でやってるっていうのは結構危ない行為です。で、それでろうそくでも焚いていたら、ちょっとクリスマス感は出るんでしょうけど、そこにそのプレゼントをもしサンタが持ってきて入ってきてそれを発見した時には、ちょっと驚きでどういうことが起こるかどうかちょっと想像もできないので、なるべくね、おとなしく過ごそうと思っています。はい。続いて本日のヨガスートラのコーナーです。スワミ・サッチダーナンダさんが書いているヨガインテグラルよりランダムに開いたページを読み解くというコーナーです。で、何度もやってて、もう大体ね、ほぼ読んでしまったので、なんか最近は自分で選んでます。この辺行こうかな、今日は。どの辺行こう。この辺行こうかな。ここ行きます。208ページ、28節。ヨガの諸子分を修練していくことによって次第に不純が消え、そこに明敏なる識別へと導く知の光が明け始める。なんかね、ちょっと言葉遣いが難しいよね。これ翻訳がさ、もうちょっと簡単にできないかなと思うんですけど。で、そこから説明が続きます。ここから先、パタンジャリはヨガの実習について、今までとは少し違う視点から観点から述べる。彼はそれを8段階、つまり8種に分けている。これが、そのヨガスートラがアシュタンガヨーガ、8支分のヨーガと呼ばれる理由である。そこではこれまでに述べられたものと同じ観念が繰り返されるが、より実際的になっている。はい。ここでね、これ結構重要なところですね。特にそのアシュタンギにとっては。つまり現代ヨガという意味でのアシュタンガヨガと、この古典ヨガ、つまりそのパタンジャリが書いたヨーガスートラっていうアシュタンガは厳密には違うんですけど、
でも基本的にそこから来てます。いわゆるそのパタビ上司さんが設立して、深めていった観念というか形態っていうのは、基本的にはこのヨーガスートラの、ここの部分から来ていますね。アシュタンガっていう、つまりアシュトっていうのは8っていう意味で、タンガっていうのは枝っていう意味なんですよね。だから8子則、8つの枝からなるヨーガであるってことで、それが書かれている、実際に書かれている場所ですね、ここがね。だから、ヨガスートライコールアシュタンガヨガでもあると。で、つまりアシュタンガヨガイコールヨーガスートラでもあるってことなんですよ、これは。だからアシュタンガヨガを実践するってことは、このヨーガスートラを実践することでもあるっていうふうに、ざっくり言うことはできると思います。で、そこからね、次の説が続いて、で、8子則の説明がここからね、続いていくんですよ。で、それがヤマ、ニヤマ、アーサナ、プラナヤマ、プラティアハラ、ダラナ、ディアナ、サマディってその8つの枝があります。で、それぞれやってはいけないことがまず山っていうのに書かれてて、で、ニヤマっていうのは今度奨励事項、やった方がいいですよっていうことが書かれている。で、3つ目のアーサナっていうのが座法ですね。つまりポーズ。でもなんか現代的なそのね、スタジオとかではもうこのポーズしか、ヨガって思われてないし、そのポーズしかされない、教えてくれないようなところもあると思うんですけど、で、結構多くの人が持っている、ヨガについて持っているイメージもここだけだと思うんですけど、もうすべてまとめてヨガってことです。で、その中の一つにしかそのポーズは過ぎないってことです。それが3つ目のアーサナですね。で、その後にプラナヤーマ。で、これは呼吸ですね。長期って書いてますけど、呼吸。で、その後にプラティアハラ。これは抑制。感覚を抑制すること。で、ダーラナ。これが集中。で、次に、7つ目がディアーナ。で、これが瞑想です。瞑想。瞑想もだから8つの枝の中の1つにしか過ぎない。で、最後の8つ目がサーマディ。これが三昧っていう、より涅槃的なね、状態だと言われますけど、だからこの8つを全て実践していくことが、アシュタンガヨガであるし、で、これからね、ここに書かれていることは、よりその実際的な内容をこの8つに分けて書いていきますよ、みたいなことが、この一番最初に述べられていることになります。で、この部分は僕がね、実際にその師匠から先生から習った時も、やっぱり結構繰り返して強調された部分ではありますね。だからポーズだけがヨガじゃないと。で、それ含めて8つのね、ことを実践していくことがヨガなんだと。で、その奨励事項とか禁止事項の中には、例えば暴力をしないとか、身の回りを清潔に保ちましょうとか、それはつまり持ち物を減らしましょうみたいなことでもあるんですよ。だから結局ね、そのミニマリズムとむちゃくちゃだからその哲学的なところが、深いところが関係していて、身の回りをきれいにするシャウチャって言うんですけど、それはやっぱりこうね、清潔にしておく、物をなるべく少なくしておくみたいなところも実際にやりなさいってことが書かれていたりします。だからそういう実践が全てね、書かれていて、結構面白いですね。だからそういうところをやっていくと。で、そういうことを、その理念っていうか、哲学みたいなところを勉強すると、で、それと同時に、そのポーズも深めていくと、なんかよりね、お互いにこう、体を使う部分と脳を使う部分っていう感じで、なんかそこもね、こうバランスが取れるような気がしていて、で、その調和こそが、またそのヨガであるし、さらにそのヨガを深めていくね、要因になるかなと思いますんで、なのでその哲学って聞くとね、なんかちょっと難しく感じますけど、その8子則っていうその8つに分かれたパートをなんかやっていくってことを意識すると、なんかヨガがね、もっと分かりやすく、そしてなんかよりね、楽しくなるんじゃないかなと思っています。時丸田中のモーニングレディを毎週水曜日の朝6時より放送しています。ちょっとね、次のコーナー行く前に、ちょっと忘れないうちにお知らせなんですけど、今週ちょっとね、ライブやろうかなと思ってます。またちょっとね、日曜日になりそうなんですけど、21日、日曜日、12月21日の日曜日のお昼、おそらく12時か13時ぐらいから予定してますので、お暇な方はぜひ、ご参加ください。年内最後のライブになるかなって感じはするんですけど、でもね、なんか年末にもう一回ぐらいやりたい気持ちもあって、もうなんかもう年末パーティーみたいな感じで。で、まさかね、今年もこのホワイトボックスで、時丸田中がなんか DJ をね、やるってことはないでしょうけど、そんなパーティー野郎じゃないので、私も。だからそこは多分ないとは思いますけど、その前にちょっとライブ入れたいなと思ってるんですけど、でも、とにかく、もしかしたら最後かもしれない感じにして、今週の日曜日やろうと思いますので、ぜひね、お暇な方はご参加ください。続いて、お便りコーナー。はい、この番組に寄せられたお便りを読み上げるコーナーです。で、このお便りがない週は私がお休みにすると、これ毎週言ってるんですけども、鳴りやめません。休めません。はい。ありがたいことです。
もうね、ずっと休みなくだからこのラジオを続けてますね。毎週ね。なんかやめるタイミングを見失っちゃってて、なんかどうしようかなって感じになってるんですけど、だからちょっとお便りが鳴り止むまではって思ってるんですけどね。なんかでもなんとなくなんか自分の中でもこの水曜日のラジオがリズムづいてるので、それがなんか皆さんの生活とかのなんかその一つのくさびじゃないですけど、なんかそういう一つのね、区切りみたいな感じとして聞いているのであれば、ちょっと来年もね、やっていきたいなとは思ってるんですけどね。迷いながらやってます、いつも。今週もたくさんのお便りをお寄せいただき、本当にありがとうございます。で、概要欄よりね、ご応募ください。今週ちょっとお便り多かったので、もしかしたらまたこれでちょっと時間が終わっちゃうかもしれないんですけど、とにかく行きますよ。ラジオネーム、犬に噛まれたビッグマックさんからいただいてます。時丸さん、こんにちは。初めてお便りを送らせていただきます。夏の終わり頃、散歩中の大型犬に足を噛まれ、仕事ができず暇していた時に、数日前から YouTube のホーム画面に居座り続けた謎のメガネ男のサムネイルをクリックしてしまい、時丸さんと出会った20代後半のフリーターです。現在、私は時丸さんの影響でデジタル断捨離、YouTube 断捨離をしたいと思っており、できるだけ YouTube を見ないように取り組んでおります。これまで時丸さんのデジタルミニマリズムを参考に、X のアカウントを削除。インスタグラムはあまり興味がなかったので、アプリをアンインストールすることで極力見ないようにすることができました。TikTok ももともと興味がなかったためほとんど見てません。もともと SNS をあまり見ないように意識していたこともあり、比較的スムーズにデジタル断捨離ができていたのと思っていたのですが、そんな私の前に立ちはだかったのが YouTube です。私は数年前から作曲やデジタルで絵を描くことが趣味で、YouTube でやり方を学んだり、自分の作品をアップロードしているため、YouTube はかなり頻繁に利用します。しかし、How to 動画を調べたり、お絵かき中に流す動画を漁っていると、次々と関連動画が流れてきてしまい、気づけば時間も過ぎ、集中力もそがれ、やりたかったことができずに一日が過ぎてしまっています。そんな毎日が嫌で、いっそのこと YouTube をアカウントごと削除しようかとも考えましたが、Google アカウントに紐づいているため、YouTube だけ削除することはできないし、何より最大の情報源を失うことのマイナスが大きいので、なかなか対策ができずにいます。最近では仕事の関係上、英語の勉強にも使い始めているので、ますます手放せなくなるばかりです。ホーム画面にも魅力的な動画が溢れ、どうやったら自分が見たいと思った時に見たい動画を見れるようにできるのか試行錯誤しておりますが、未だに答えが見えてきません。こんな時に時丸さんならどうするかお聞きしたく、お便りを送らせていただきました。もしよろしければご意見をお聞かせくださいってことで、ありがとうございます。ホーム画面にね、居座り続けたメガネ男のせいじゃないそれ。誰かわかんないけどね、それね。そいつのせいでしょ。その YouTube を見すぎちゃうっていうのは多分。大型犬に足を噛まれてるのもね、結構心配なんですけど、でもね、書いてることすごいね、いいと思いますよ。もう実際にそのデジタルミニマリズム実践して、X 消してたりとか、で、インスタもね、アンインストールしてほとんど見てないと。でも YouTube だけ残ってると。でもこういう人って結構多いんじゃないかなって思うんですよね。何かやったけど何か一つだけ残ってしまって、その一つ残ったものの使う割合が多いから、それに依存してしまうっていうね、そういう状況っていうのはデジタルミニマリズムで陥りがちなことかもしれません。だからむしろいろんな SNS をやってた方が、結局分散されて、一つに割く時間が短くなるので、その時の方が気持ちが軽かったとかね。もしかしたらそういう人もいるかもしれませんよね。でもこの方の使い方としては、作曲とかデジタルで絵を学ぶために自分でね、その How to 動画で学んだりとか、でかつ自分でアウトプットとして使ったりとか、だからそういうことに使ってる。で、しかも最近はその英語の勉強にも使ってる。だからその実用的なというか自分の仕事に役立つように YouTube を使えているので、かなりいい状況なんじゃないかなと僕はこのコメントを読んで、お便り読んで感じました。だからあとはちょっと小手先のテクニックで調整するぐらいでなんかうまくいきそうな気がしていて、で、例えば、ホーム画面に溢れる動画をクリックしてしまうってことは、だからホーム画面を見ちゃってるわけだから、ホーム画面を見ないようにするっていうことです。で、これは、チャンネル登録をするじゃないですか。好きなチャンネルを。で、チャンネル
登録をした動画だけ見れるタブがありますよね。で、そこを押すと、自分がチャンネル登録したチャンネルだけの、で、新着の動画だけが出てきます。で、それを見たら、もう YouTube を閉じるっていう風にするってことです。だから次々とクリックしない。で、これも結構面白いのが、そのたくさんチャンネル登録をしていると、多分ね、自分のそのチャンネル登録している人のところにたくさん出てくるんですよ、動画が、新着動画が。で、それを消化できなくなったら、それはマキシマリストになってるってことなんですよ。で、そこをミニマルにしていくってこと。で、なるべく自分がね、見たいチャンネルとか、本当に面白いなと思ってるチャンネルとか、勉強になるチャンネルだけを残して、で、その新着が上がってきた時に、その動画、チャンネルだけを見るっていう風に、そこで一つの制限をかけてしまえば、それ以上見るってことはなくなりますね。だから繰り返すと、だから自分が消化できなくなるぐらい、登録していると、それはね、やりすぎだってことです。自分がだから見れる範囲の中で見ていくってこと。で、あとはそのタブを開きすぎないとか、これも一つのテクニックで割と効きますね。だからね、よくありがちで、これ見たい、これ見たい、これ見たいな感じで、なんか見たい動画を多分ね、いっぱいタブで開いて、そのタブの中がもう YouTube だらけになってる人いますけど、僕も昔そうでしたよ。で、そうなってるとさ、どんどんその、次々とこう見ちゃうじゃないですか。だからそれをやめるってこと。で、今日は何本だけ見るとか、今日はこの人だけ見るっていうのを決めて、で、それを開いたらそのタブをね、連続して開かずに、もうそれだけを見て、その動画を見て、見終わったらそのタブごともう閉じるってこと。で、自分のやりたいこととか他のことに注意を向ける。あるいはもうパソコンを閉じて他のね、散歩したりとか、運動したりとか、遊びに行くとか、誰かと会うとか、そういうところに意識を持っていくと、YouTube の連続視聴とか、そこにはまりすぎってことも少し防げるのかなとは思います。向き不向きもあるからね。それができないね、性格の人もいるから、それは難しいですけど、ちょっとね、できるところからチャレンジしてみてください。続いてラジオネーム、ジャック・スッパカローさんから。お疲れ様です。この度は貴重なお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました。アバンギャルドな視点という言葉がとても印象に残りました。頭では分かっていても、実際に自分であれこれ理由をつけて、夢や目標を遠ざけてしまうことが誰にでもあると、改めて感じました。特にランボルギーニのような大きな夢になると、置き場所がない、ローンを支払えるのか、維持できるのか、と自分から距離を取ってしまいがちです。しかし今回のお話を通して、目の前の一日一日を大切にし、今できることに集中して積み重ねていけば、必ず夢に近づけると強く感じました。これからもいただいた言葉を胸に行動していきます。本当にありがとうございました。ってことで、はい、ジャック・スパカローさんね。確か前回ね、そのランボルギーニのお話いただいた方で、それに対しての感謝のお便りって感じで、お送りいただきありがとうございます。でもまさにね、書いてる通りで、やっぱり頭で分かってても実際に自分でね、あれこれ理由つけて、で、遠ざけるってことはね、ありますよね。なんか言い訳をしてね、結局何も行動を起こさないっていうのは、これはもうしょうがないことでもあるけど、でもそこはやっぱできるかできないかっていうところで、本当にその人生って変わってくるんで、なんか思い描いているだけではダメで、やっぱりそこで実行に本当に移せる人って本当に少ないと思っていて、だからこそ、意外と行動することが大事かって、いかに行動することが大事かっていうこと、それは本当ね、自分自身も、常々気をつけなければならないと思っているところです。ぜひ今後も夢に向かって、一日一日、やっていきましょう。ラジオネーム、アボカドマグロ丼さんから。おはようございます。12月も半ばとなりましたね。2025年の今年もぼっちクリスマスを迎えようとしています。街が華やぐにつれ、特段の予定もない上、忙しくもない私ですが、気ぜわしくなり意味不明にエネルギーを消耗している気がします。時丸さんは毎年どのような面持ちで年末年始を過ごされていますかってことで。そうね、なんか特に考えてないですね、僕ね。なんか適当にっていうか、そんなに変わらない感じで過ごしてますね。でやっぱりどうしても年内にやっておきたいこととか、仕事の関係で結構みんな休暇に入ったりとか、他のクライアントとか企業が休暇に入ったりするんで、それまでに自分自身がやるべき対応を終わらせておかなければならないみたいなことはあるんですけど、でもね、もう仕事納めみたいなことも僕はもうないので、仕事してないんで、だから自分の事業しかしてないんで、もう休みもだから別にないようなもんなんですよ。正月休みも。この YouTube も多分稼働するだろうし、ポッドキャストとか自分のコアメンバーシップの記事とかも多分投稿はするだろうし、若干年末年始スタイルで、僕もちょっと移動とか入ってくるんで、書けない日とか、喋れない日は出てくるんですけど、基本的に休みなしなんで、だからそこはね、あんま変わんないですね。
ただやっぱりその街中がこうね、華やいだりね、するので、やっぱそこでこう、気分というか、なんかそういう高揚感とかはちょっとはありますね、今でも。あとはやっぱり友達との食事会とか忘年会は結構入ってるので、それによってなんとなくその正月気分みたいなものを味わったりとか、ちょっとホリデーシーズンみたいな感じになって、なんか楽しいなって感じですね。ただやっぱりこう飲みすぎとか食べすぎとか、そういうところには注意していて、なんかよくほら、クリスマスだからこれやるとかさ、正月だからこれやるとか、なんかその自分にね、甘くするっていうのかな。自分自身に対して甘くなるじゃないですか。正月だからいいだろうとか。でもね、そういうのを、やっぱりこう毎回やってると、結局そのお金も使っちゃうし、健康もね、おろそかになるんですよ。で、それによって体力とか免疫が下がって、で、インフルエンザにかかりますみたいな。去年の私なんですけど、それ。年末年始かかっちゃってるんで。だから、それがあるんでね、なんかちょっと今年はね、引き締めていきたいなとは思ってますね。確かにその気ぜわしくなるっていうのは、その人手が多くなったりするのはすごくね、やっぱりこう、ストレスですよね。だからなんかそのクリスマスムードみたいなものは僕は好きだから別にいいけど、そのなんか街に人手が増えるのはやっぱり厄介で、でもなんか正月って、東京の正月ってすごく静かなんですよ。みんなその帰省するから、みんな田舎から来てるから、1月1日とか2日とかね、めちゃくちゃ静かなんですよ、街が。それは好きですね。だから毎年は、だからその正月は、街中が静かなんで、だからラッキーって感じで、むしろ好き。普通のなんか休日とかよりも。ラジオネーム、夏のゆっとりさんから。時丸さんはじめまして。自分は37歳の男です。これからの方向性についての相談があります。今年の1月に転職をし、間もなく1年が経過しようとしています。異業種転職だったのですが、1年を経過した今でも仕事を楽しめずやりがいを感じません。社風にも馴染めず、毎日仕事に行くのが苦痛な状況です。改めて前職が自分にマッチしていたと辞めてから気づきました。前職は自分が好きなことを仕事にできていたので、ハードワークであっても楽しめる自分がいました。前職を辞めた理由は家庭の事情で、と言いつつ、それは単純なことであり、辞めなくても解決できる内容でした。今の会社をすぐにでも辞めて方向転換するべきでしょうか。ご教授お願いいたします。ってことで。ありがとうございます。なんかコンサルレベルの質問だから、これはちょっと、ここで答えるには、ちょっと情報が少なすぎるし、時間がなさすぎるし、難しいね。安易になんか僕がここでごちゃごちゃ言ってもさ、それが的外れであるだろうし、それが間違ってる可能性の方が高くなるんで、今のこれだけの状況だとね。で、今月に2名で対面のコンサルやってるんで、もしよかったら自分のウェブサイトから興味があれば申し込んでみてください。想像を含めて簡単に話すと、異業種転職で業種が変わって、今楽しくないってことですよね。で、1年経ってるわけですよね。で、1年っていうのは結構その自分の仕事を見極めるにはいい時間で、社風にも馴染めず毎日仕事に行くのが苦痛なんですよね。いや、それはね、きついと思いますね。で、しかもその辞めた理由は家庭の事情で、でもそれはなんか辞めなくても解決できるようなことだったってことで、だから別にその辞めなくてよかったじゃんって思ってるってことですよね。だからちょっとね、だからその前の会社に戻れるんだったら戻ってみたらっていう感じですかね。言えるのは。だから方向転換ってなると、またその別の会社とかに行って、同じような業種に行けるのかもしれないですけど、その業種もちょっとわかんないで僕何とも言えないんですけど、なんか、すいませんって、やっぱり前の方が良かったんで戻りますって言って、戻るとか。なんかシンプルに考えればそういう感じがいいかなと思います。ただちょっとリアルなことを言うとやっぱその37歳っていうところで、37歳っていうのは多分転職的にはね、難しいタイミングなんじゃないかなと思うんですよね。今はどうなのかな。30後半とか40ぐらいでも全然転職できるのかもしれないですけど、やっぱりその早い転職っていうかその転職のスパンが短いと、結局それでなんか別の会社で食いつないでいくっていうのもさ、結構こう難しくなるじゃないですか。だからそういうこう日本ってやっぱりこの、特にその正社員とかだとね、なかなかそういうのが結構難しいような状況もあるんで、続けてって今の仕事の中に楽しみとかを見出していった方がなんかいいとは思うんですけど、ただやっぱりそれでもどうしてもやりたくないことをやり続けるとか、人間関係が面白くないのにそこにいるっていうのはストレスになるっていうのは、そこはもう重々あると思います。そういう意味で僕は結構見切り早いんで、一番最初に入った会社とかも3ヶ月で辞めてますからね。新卒のくせに3ヶ月で辞めて、そこから次に入ったところはもう4年とか5年とかしっかりそこでやって、いろんな技術とか人脈作ってね、そこからこう独立するみたいなことになってますけど、だからあまりちょっと言えることがねこの情報だとないんですけど、そんな感じですかね。だから戻るんだったら戻る。続いてラジオネームミニマルサイクリストのつもり。
いつも楽しく拝聴しています。初投稿させていただきます。僕は自転車が好きで片道34キロ、毎日110分ほどかけて通勤しています。年に数回、ブルベと言われるイベントにも参加しています。200キロから1200キロメートルの決まった距離を制限時間内 13.5 時間から90時間に、ゴールできたら認定がもらえるというイベントです。順位はつきません。僕の最高記録は 600km を36時間でした。この自分のペースで走れて一緒に走っている人と途中に話したりできる緩い感じが好きです。そこで質問なのですが、職場の人や友達に話すと、レースには出ないのとか、通勤やそんな緩いイベントで良いのと言われることがあります。もっと高みを目指さないとつまらなくないという感じで、僕は乗ってるだけでもう癒されるし楽しいので、これで満足しているんですが、やはり時丸さんのようにエクストリームにもっと追求した方が良いのでしょうか。時丸さんのご意見を聞かせていただけたら嬉しいです。幸いです。よろしくお願いいたします。ということで、すごいね。片道34キロを毎日110分かけて通勤しているって。で、そのブルベというね、イベントやってて、自分の最高記録 600km を36時間で走ってる。いや、素晴らしいじゃないですか。素晴らしいですよ、これは。で、そうやって走ることを楽しんでいて、緩い感じが好き。でもまあ、職場の人とかに、レース出ないのとか、高み目指さないのって言われると。で、これはね、全然ね、目指さなくていいです。はい。ね、自分のやりたいことでやりたいスタイルでやればいいです。で、これね、絶対言われるんですよ。で、僕も経験があります。僕もランニングやってるんで、あれ、マラソン出ないのとか、もっとさ、フルマラソン走った方がいいんじゃないとかって言われるんですけど、そんなんさ、関係ないじゃん。自分がやりたい距離とか走りたい距離を走ればいいわけで、僕はそのレースで勝つことが目的じゃないんで、自分自身に勝つことが目的なんで、自分自身に勝つかどうかっていうのは毎日の練習っていうか、毎日の小さな積み重ねなんですよ。だから、走ることが楽しくて僕も走ってるんで、ランニングはね。だから別にその自分が思わなければ、そこはやんなくていいと思ってます。だからそこはそのエクストリームに追求することとはまた別の話だと思いますね。物事にはやっぱりいろんな楽しみ方があって、で、その速度とかね、距離とか順位とかを追い求めていくのが好きな人もいるし、で、そういう人はそういうことをやっておけばいいんですよ。で、そうじゃない楽しみ方を見出している人は、この自分がね、満足するやり方でやってればいいと思います。で、なんかそういうなんか競争したいとか目指したいみたいなとこに途中から入る人もいますけど、それはそれでいいと思うんですよ。やっぱりやってるとそれを極めたいみたいな感じになっていく方向っていうのはどうしてもあるんで、だからそこが出てきたら、そういうレースで優勝を目指すとか、なんかそういう方向に振り切ってもね、それだけひたすらやっていくみたいな感じもいいとは思うんですけど、ただ自分がね、やっぱりそこで面白くなくなってしまったりとか、つまらなくなってしまったら本末転倒なので、やっぱり自分が楽しめる方法で楽しんでいく。で、人が言う意見は何も気にしない。それが一番いいと思います。それがエクストリームです。続いて、ラジオネームサハラ砂漠さん。はじめまして。今すごく興奮しながらお便りしています。最近なんとなく時丸さんは YouTube の銀の盾をもらったらどうするのかが気になっていました。意を決して今週の月曜日の夜、そのような内容をお便りフォームに一生懸命綴っていました。普段 SNS や YouTube で交流する習慣がないもので、なかなか文章がまとまらず、23時を過ぎてしまいました。諦めて来週送ろうと思い、内容をメモしてフォームを閉じました。そして本日、新たにアップされたエクストリームミニマリスト3選を視聴していると、盾について言及されているじゃないですか。念力でお便りしてしまったのかと思いました。感動とともに嬉しいような悔しいような気持ちです。そもそも私が存じ上げないだけで前からそのような言及があったのかもしれませんが。で、カッコで書いてますね。銀の盾を目指し、そしてもらった瞬間捨てられるとのこと。これからもますますにご活躍お楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。いや、なんかこういうシンクロニシティありますよね。なんか自分が思っていたことがその念力で伝わるっていう、すごいですね。実際お便りしようと思ってたら、僕が確かにこの間の動画で銀の盾もらったらどうするかみたいなことを話したんですよね。もしかしたらそういうテレパシーとかコインシデントなシンクロニシティみたいなものが起きているのかもしれないですよね。なんかそういう目に見えない力とかをね、感じるっていうのは、結構スピリチュアルだけど、やっぱり日常的に起きていることで、
だからそれはまあ人間がやっぱりその想像できる動物であるっていうことも一つあるだろうし、で、想像によって人間たちは突き動かされてきたし、それによって文化とか宗教とか、もうそういうものを作ってきたっていうのがあるんで、だからなんかその力こそが人間の力というか、まあ他の動物にできないこと、だと思いますけどね。また次回も佐原さんのお便りではなくて念力でお待ちしています。続いてラジオネーム OK さん。はじめまして、こんにちは。いつも洗濯、無印の洗濯機や一人の食事の際に拝聴しております。私は冬になると積雪がとても多い土地に住んでいて、積雪のない時に履いている靴を履くことは難しい状況になってしまいます。東京でも稀に歩行が難しいほどに積雪があることがあると思いますが、時丸さんはその時もビボですか？それとも別で雪靴を用意されますか？ってことで。OK さんね。ありがとうございます。そう、雪の時どうするかなんですけど、これビボです。はい。結論言うと、もうビボです。なぜなら、もう一つしか持ってないから。で、やっぱり何度かあります。これまでもう3年ぐらいかな、3、4年ぐらいもうビボ履いてるんで、やっぱり冬に積雪があって、で、結構しかも割と積もった時が、冬があって、で、そういう時にね、ちょっと東京でかなりね、大変でしたね。歩きづらいし、しかもソールが薄いから寒いんですよ。もうその冷たくて、雪の冷たさがね、ソール薄いからすごい伝わってくるんですよね。でもなんか一応そのファームグラウンドっていうか、いわゆるその登山用の靴なので、そのグリップ感は結構あって、なんかそんなに想像してたよりも雪の上でも滑りにくいみたいなことが分かったので、だからまあ東京ぐらいの積雪だったら全然ビボで行けるっていうのが僕の感覚です。ただやっぱり寒いので、それでその長時間外で活動するみたいなものは無理なので、そうなってきたらそういう環境だったらやっぱりブーツは絶対これ必要だと思いますね。僕はそのベアフットシューズに入る全然前の話なんですけど、ブーツにはまっていたことがあって、で、その時ダナーのブーツを履いてた時期があるんですよ。ひたすら。で、その時はね、楽でしたね。その時雪が降ってもなんかむちゃくちゃ楽しくて、ダナーのブーツって結構そのゴアテックスのものとかがあるんで、濡れるのも大丈夫なんですよ。だからなんか雪降ったらなんかそれで外に出たくなるみたいな感じがあって、でやっぱりそういう時は、ブーツって最高だなって、思いました。だからそういう経験を知ってるからこそ、そのビボでね、雪の上で、なんか行動するっていうのがどんだけ大変かっていうか、なんかそういうのを感じてますね。なんでまあ答えとしてはまあ基本的に僕はもう一足だけで行くんで、同じ服で、行きますね。東京だと。ただあれだ、今その長野に僕結構プロジェクトで入ってるんで、結構その3月とかね、去年も行ったんですけど、やっぱり雪積もってて、で、その時もビボで、やっぱね、寒かったですね。寒かった記憶ありますね。だからまあそういうまあ1週間とかぐらいのまあちょっとショートステイとかで雪国に行くこともありますけど、まあそういう時はね、ちょっと我慢して粘るっていうね、感じに今のところはなっています。まあそれがまあエクストリームの弊害ではありますね。続いてラジオネーム夜さん。毎日楽しく拝見しています。時丸さんの過去の動画の中で承認欲求について触れられた回がとても印象的でした。私自身も最近、ミニマリズムや人生の優先順位を見つめ直す中で、発信者である以上、どこかに承認欲求は残るものなのではと感じることがあります。時丸さんは承認欲求との向き合い方を今どのように捉えているのか、もしよろしければお聞きしてみたいです。また海外のミニマリストの方で YouTube チャンネルを何度か作っては消した方のお話を聞いたことがあり、その背景には何か葛藤や心の動きがあったのではと想像しています。時丸さんご自身は発信と距離を置きたくなる瞬間や、それでも発信を続ける理由のようなものがあるのでしょうか。お便りコーナーで取り上げていただいたら嬉しいですってことで、夜さんね、ありがとうございます。承認欲求についての話ですね。で、これも結構過去にいろいろ話してるので、そこから全然スタンスも何も変わってないです。で、そこで話したことを覚えているとは多分思うんですけど、この方も。で、だから承認欲求というのはそもそも人間が生まれてきた、で、生存のために残っているもので、誰にでもあるものです、基本的には。だから狩猟採集時代に獲物を取ってきて、でその獲物を、取ってきたことによって承認されて、それを周りに分配して、小さなコミュニティの中で承認を得て、で、それが生存の糧になっていたと。で、それが今は SNS の承認に置き換わっていると。で、そこで起きている問題は、何か取ってきたものを分配するところまでは一緒なんだけど、
それを分配する人たちが不特定多数になってしまっていて、でしかもそこでいいねをたくさん押したとしても、それでも何も分配を得られないから、ただいいねをした人は、なんか発信してる人たちにただ嫉妬するっていう、そういう歪んだ状況が生まれているっていうのが、承認欲求の、全体的なざっくりした流れ、構図みたいなもの。で、そういうわけで、時丸さんはだから承認欲求との向き合い方を今どのように捉えているかですけど、これも変わってないんですよ。てかそもそも、承認欲求について僕そんな考えたことがなくて、考える意味ってこれありますかね？だって考えたところでどうなるって感じじゃないですか。そもそも人間が持つ生存本能なんで。だからそれの専門家とか研究者とかだったらね、他の文献とか当たってね、読んでくださればいい感じですけど、僕はだから全く考えたことがなくて、なぜなら承認欲求のために自分が承認されたいから発信してるわけじゃないってことです。で、僕は全部趣味でやってるんで、この YouTube も趣味で、ポッドキャストとかも趣味で、ニュースレターとかも全部趣味です。で、書くこととか喋ることとか発信することとか動画を作ることが好きなんですよね。で、作ることによってそれが誰かの何かの価値になるっていうのが自分の社会に対する貢献なんですよ。だから僕はクリエイティブを誰かに貢献するために自分のものづくりをやってるわけで、承認欲求のためにものづくりしてないんですよね。で、それが結果的に自分が承認を受けるツールにはなってるかもしれないんですけど、なんか先に承認欲求があってそれをなんか高めていくみたいな感じではないってことです。なんかわかりますかね？言い方難しいですけど、だから次に書いてるこの発信と距離を置きたくなる瞬間とか、それでも発信し続ける理由がありますかっていうのですけど、それはだから趣味だからです。で、息と一緒。息してるでしょ、皆さん。なんか息してるのを生きるためじゃないですか。だから僕は生きるために発信してるんですよ。で、それは収益っていう生きるためもあるし、自分がそれをやることがもう習慣化づいてて癖になってるみたいなところもある。だからなんか普通のね、歯磨きとか、ネスカフェ飲むとか、で、その延長なんですよね、僕がやってることって。だからなんか自分の中では特別なことをしてない。で、今まで持ってきたスキルがそういうことだったんで、自分が人生で得てきたスキルが、結局動画とか写真とか、なんかビジュアル制作とか、で、コンサルだったりとかソリューションだったりとか、そういうワークフロー作りとか、なんかそういうところをやってきたんで、なんかね、それがもう趣味みたいになってるんですよね。だからそういうなんか生き方とか、ライフスタイルもそうですけど、なんかそれによってなんか楽しんでもらえたりとか、なんかそれを見てもらった人がなんかそれによって変わりましたとか、自分の人生が良くなりましたみたいになってくれるのがすごい嬉しいんですよね。だからそこに僕は社会との接点とか価値を見出してるので、だからそういうわけで僕は発信をしてる。だから距離を置きたくなるとか全くなくて、だから普通に歯磨きするみたいに動画撮るみたいな、そんな感じなんですよね。だから多分そういうことをこれまでにやったことがない人は、例えばYouTube をやってる人とか、ブログをやっている人たちのことが多分理解できない人もいるでしょうね。なんでわざわざやるんだろう。なんでわざわざ動画にするんだろう。で、それをなんで発信してなんか承認とかいいねとかチャンネル登録者を増やそうとするんだろうって多分作らないとは思うんですけど、なんかね、もちろんチャンネル登録者を増やすために動画を上げるみたいなことももちろんありますよ、僕だって。で、収益を得ていくっていうのも大事だし、だってそれで生きてるわけなんで、それで僕は生きてるんで、いろんなマネタイズのこととか、それをビジネスにどういうふうに展開していくかみたいなことは考えていて、で、しかもそれをやりたい人のために今発信もしています。それがコアメンバーシップだったり、無料で書いてるニュースレターになりますね。だからそういうこともちろんあるんだけど、それ以前にやっぱり趣味であるってこと。だからみんなが、ゴルフとかテニスとか、なんか山登りとかそういうのが趣味であるように、ラジオが趣味みたいな。ラジオで喋るのが趣味みたいな。なんかそんな感覚ですね。続いてラジオネーム、酒おにぎり有段者さんから。不思議な名前だね。時丸さんこんにちは。たまに訪れるモヤモヤを共有したくてお便りしました。私は30代前半女性です。特に結婚願望もなく、お一人様ライフを楽しんでいます。しかしそれを結婚が当たり前世代に言うと、強がっちゃってというふうに捉えられ、何を言っても訳あり変人人間扱いになります。めんどくさいので価値観の違い、自分は自分と割り切れば良いのですが、心の片隅ではもやもやしています。この感情をどう持っていけばよいのか、時丸さんなりのアドバイスがあれば教えてくださいってことで。ありますね、これはね。独身無職のアラフォーだからもうこういうのはプロフェッショナルですよ。はい。結論言うと、言ってる人をキャベツだと思うことです。はい。これも昔からある古典的な方法。よくあるじゃない。なんかスピーチの前で緊張するときにお客さんをジャガイモだと思えとかあるじゃないですか。それと一緒です。だからなんかそういう言ってくる人をキャベツだと思います。はい。キャベツが、
こう頭の上にこうキャベツがあって、キャベツがなんか言ってるなって思えば、こうやって、って感じで、簡単にやり過ごすことができます。はい。キャベツというのはやっぱそういうね、こう強がっちゃってとかね。なんかどうしても自分の考え方を曲げないんですよね。なんか向こうは。だからやっぱりどうしても結婚っていうものが、なんかこう昔からの流れで、だから上の世代であればあるほど当たり前のことだと思っているし、で、それをしない女性とか男性はもう危険人物として見なされますよね。なんかこの年なのに結婚してないとかね。僕もそうですよ。この年なのに指輪もしてない男性はちょっと信じられませんみたいな、もうなんか社会不適合者みたいな感じのね、レッテルを貼られますから。でもね、やっぱりそういう風な人たちはキャベツだと。キャベツだと思ってやり過ごすと。で、自分の道を生きると。で、これに関して思ったことは、金婚の西野さんが何かで言ってたんですけど、金婚のね、西野さんもずっとね、若い頃から言われてきたらしいんですよ。もう結婚しないの、結婚した方がいいよ、結婚した方がいいよって。で、そう言ってきた人に対して、なんか、ってめんどくさいなって思っていたけど、今、その人たち、つまり結婚の良さを語っていた人たちはみんな離婚しているか、不倫しているかしていると。だから、そういうふうな結婚のことで自分に時間を割いて、自分の時間を奪わないでくれ。余計なお世話だって。そういうふうなことを、一字一句正確ではないんですけど、金婚の西野さんもそういうことを言ってて、だからそれと一緒ですよ。だからワイワイ言う人たちは、自分の仕事とか自分のことにもっと集中しなさいって、自分の時間を無駄にするなってこと。結局結婚したところでね、不倫したり離婚したりしてるわけですから、ただのそれはステータスに過ぎなくて、だからそういうところはもう放っておいた方がいいってことです。あとあまりにそういうことをしつこく言ってくる人とは距離を取るとかね、もう縁を切るとか、もうそんくらい。だからもうめんどくさいじゃないですか。そこに使う時間が。だからそういう自分のことを理解してくれない人はもうね、気にしない方がいいっていうか、そういう方向がいいと思います。続いて、もちづきさんちのももちゃんから、時丸さん、時丸さんが結婚されたらファミリー仕様のミニマリストになるのでしょうか。時丸さんだったらうまく順応できそうな気がします。それほど時丸さんにとってミニマリストであることって自然なこと、ナチュラルなことなのではないかなと勝手に思っています。切っても切り離せないような感じじゃないかなと考えています。それほど深い関係なんじゃないかなと。だからミニマリストの時丸さんじゃなかったら不自然で、ミニマリストの時丸さんであることが時丸さんであることだと私は思います。これからもミニマリスト生活を謳歌してくださいねってことで、もうなんか偶然結婚の流れがね、話が2つ続きましたね。で、なんか結構哲学的な内容ですね、なんかね。なんかね、ちょっとみんなミニマリストっていうものをやっぱステレオタイプ化しすぎなんですよね。ただ物を持ってないとか、結婚しないこととか、物少ないもので暮らすことがミニマリストだと思ってますけど、それはそうですけど、僕はね、その次元を超えてて、ミニマリズムっていうものをツールとして使う人、うまく使いこなす人が本当のミニマリストだと思うんですよ。だから、別に物をね、たくさん持っててもミニマリストにはなれるんですよね。で、だからそこに家族がいるとか、結婚してるとかっていうのはもちろん関係なくて、ファミリー仕様っていうとさ、なんか家族でシンプルに暮らすみたいなことを発信してる人よく言いますけど、だからそういうのがね、多分今強く入りすぎて、だからなんか、ファミリーでも少ないもので暮らせるんだよみたいな情報が先行してますけど、それはもう単純ななんかマーケティングとポジショニングなだけであって、ミニマリズムっていうもので、ミニマリストっていうものはもっとドライな考え方、ドライな感覚で捉えておいた方が、自分のその生活とか人生に有効に使えるものになるかなと思っています。ね、だからいつも僕言ってますけど、ツールっていうね、ミニマリズムっていうのはツールであるっていう。目的でもないし、過程でもない。それはただのツールである。だからそういう意味ではね、ヨガも一緒なんですよね。だからなんかその考え方ができるようになると、人生が開けますよ。なんかミニマリズムとかミニマリストで悩んでいる人は、それがツールであるってことを再確認するってことですね。ラジオネーム、呼吸からやり直し中さんから。時丸さんこんにちは。いつもレディオと YouTube 楽しみにしています。今日はヨガの資格について質問させてください。時丸さんは全米ヨガアライアンスの資格をインターナショナルヨガセンターで取得されたのではないかとお察ししています。数あるスクールの中でどんな決め手があってそのスクールを選ばれたのかぜひ教えていただきたいです。また時間が経った今だからこそ感じるここは本当に良かったなと思う点や逆にここは少し大変だった今ならこう選ぶかもという点があれば率直なアドバイスをもらえたら嬉しいです。というのも私自身が今ヨガスクール選びで迷っています。住んでいるのは富山県で普段はホットヨガに通いながら流派にこだわらずいろいろなヨガを楽しんでいます。アシュタンガヨガにも興味があり YouTube で気が向いた時にハーフプライマリーを実践する程度ですが
少しずつ自分の練習も深めていきたいと感じています。20歳の頃、心のバランスを崩して大学を中退しました。その後、真っ暗闇のような時期に私を救ってくれたのがヨガでした。今は10年遅れで大学3年生として学生生活を送り、遅れてきた青春を満喫しています。卒業後の進路を考える中で、ヨガの道に進むのもありかもしれないと自然と思うようになりました。資格取得について現実的な視点も含めて田中さんのお考えを聞かせていただけたら嬉しいです。これからも配信楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。ヨガの質問ですね。で、ヨガ資格についてのね、ヨガアライアンス RYT200 っていうのを僕取得してるんですけど、で、そう、インターナショナルヨガセンター IYC です。で、選んだ理由なんですけど、2つくらいあって、明確に。で、まず僕はアシュタンガをやりたいっていうのが最初からあったんですよ。で、それはもう、なんかね、その僕の先輩から、ヨガやってた先輩から、もうずっと時丸は結構アシュタンガ合うと思うよって言われてて、で、ずっとやりたいなっていうのがあったんですよね。やっぱ一番ハードで、なんかもうザ・ヨガみたいな感じじゃないですか。だからああいうのが好きだなと思ってて、で、そういう流れで何かやろうと思った時に、で、僕その前にずっともう太陽礼拝だけを7年ぐらいやってたんですよね。独学で、一人で。で、その時はまあ本とか読んで、そんな情報もね、あんまり知らなかったんですけど、まあ、綿本さんっていうね、まあ、この、まあ、有名な方ですけど、で、綿本さんの本を読んで、その個人でね、一人でずっと、太陽礼拝だけをやってたわけですけど、で、そこからそのアシュタンガやるときにやっぱどうしてもそのね、考えるじゃないですか、入るスクールを。で、その時にやっぱりまあ一番まあ日本でメジャーなっていうか、まあ第一人者、まあレジェンドに学びたいって思ったんですよね。どうせやるんだったらもうレジェンドに学ぶっていう。だからまあ今日本でまあ一番のレジェンドはね、まあアシュタンガ持ってきた人なんで、まあケン・ハラクマさんですよね。だからケン・ハラクマ先生にも学びたいと思って、で、決めたのが一つ。で、それが IYC だったっていうのが一つ。で、もう一つは、スタジオが家から、その当時の家から近かったってことです。もうそれがね、もうラッキーでした。一番ラッキーなこと。だからまあ、ケン先生に学びたいと思って、で、表参道のね、IYC のスタジオ行ってたんですけど、表参道から僕もう徒歩圏内だったんですよ、住んでたのが。だから、もうすぐね、行けたから、その距離っての大事で、やっぱりスタジオから近いってのは大事。で、その時はまあコロナで結構オンラインのクラスも多かったんですけど、やっぱりまあスタジオで実際にやるっていうのがまあアシュタンガのね、まあ伝統というか、まあやった方が上達も早くなるし、理解も早いんで圧倒的に。だからそれがまあ距離的な問題っていうのは大きいです。それが2つ目。はい、そんな感じです。でまあ時間が経った今だからこそ感じる良かったこととか大変だったことですけど、これはね、もう良かったことしかないですね。で、あとその比較ができない。で、僕はその先生がもう、だから、ケン先生なんで、もうケン先生からずっと学んでて、で、まあ今もいろいろね、講座行ったりとか、たまにスタジオで練習したりとかしてるんですけど、だからもうなんかないです、そういう悪かったことは。もう良かったことしかない。で、本当に、たくさんのことを学んだし、で、やっぱその自分の死ができるっていうのは、やっぱ自分のそのヨガ人生っていうのが、まあヨガをこれからやっていくにも大きなね、一つの指針みたいなものになっていて、本当に助かってますね。で、やっぱりそのアシュタンガっていうのは基本的にその正式指導者に指導を受けなければならないっていうのがもう一つの伝統なんで、これだからもうアシュタンガやってるスクールに行くしかなくて、で、その先生に学ぶしかないんで、なんていうかな、まあ、おのずとその死は決まるっていうか、なんか自分から、まあ僕の場合はその結構死を選んだような感じですけど、ほら、ベストキットっていう映画あるじゃないですか。だからなんかああいう感じで、気づいたらその師匠がいるっていうのか、なんかもう勝手にね、やって、ちゃんと真摯に向き合っていれば、もうその死というものが、自分の前に現れるっていうか、なんかそういう感じだと思ってて、で、僕はその写真もそうだったんですけど、だからそういう風な写真の師匠もやっぱそういう風な感じで、だから自分がその学びたいと思ったね、方から学んできたんですけど、なんかそういう感じでね、決めてますね。で、まあヨガというのは、まあこれね、ホットヨガのスクールにね、通ってるって書いてますけど、やっぱりその曖昧な部分が多いんですよ。やっぱりその資格が別になくても指導ができるんで、ヨガの先生なんてもうかなりいるじゃないですか。むちゃくちゃの人数いるじゃないですか。だからその誰から学ぶかっていうのは、結構ね、重要だと思うんですよね。ちゃんとした人から学ぶっていうのが、だからそういうのは、だから僕は結構そこに対して、学びに対してなんかそういう嗅覚があって、だったらもう第一人者から、もうレジェンドから学びたいっていうのがあって、で、それで、行きましたね。そこはやっぱ大きかったですね。で、まあ今だから言えることですけど、だから終わりじゃないんですよね。RYT を取ったからといって。それはもう200時間やりましたよという、ただの終了書に過ぎないので、そこからいかに自分の人生とかヨガを深めていくかってことなんですよ。だからもう、RYT は、通過点にしか過ぎないです。でもヨガの体系的なこととか、アーサナとか、思想とか哲学を学ぶには、あと、まあ指導法とかですね、生徒の指導法とかを学ぶにはすごいいいプログラムだと思っていて、
で、そこがまあしっかりしているところをやっぱ選ぶ。もしそれを取りたければ。でもそれを取ったところでヨガの先生になれるわけじゃないし、通過点にしか過ぎないってこと。で、アシュタンガで言えば、正式指導者の資格を取るにはマイソールで、だからインドで修行しなければなりません。だからこれはもう RYT 取ったからといって、アシュタンガの先生になれるってわけではないってこと。これはだから僕もやっててね、途中で気づいたことですけどね。だから、そんな感じですね。で、20代の頃心のバランスを崩して、で、そこからヨガに出会って人生が良くなったっていう、その自分自身のご自身の素晴らしい経験があるんで、なんかね、そういうところはやっぱ続ける動機とか、あと教える動機としてもね、強いと思うんでね、ぜひなんか、いい先生とか、いいスクールに巡り合って、自分自身のヨガをね、実践続けていかれることを願っています。楽しんでいきましょう。楽しんで。ヨガってね、結構ね、楽しいんですよね。楽しいものなんですよね。なんか結構もう真剣にみんなやってますけど、なんか結構ポップな感じで、やっぱインドっていうなんかあれもあるのかな、なんかなんか人のなんか明るさっていうのか、なんかそういう根底にあるね、ポップさみたいなものがね、なんかやればやるほどあるなと思ってて、だからなんか楽しんでね、真剣なんだけど楽しんでいくっていうのが結構ね、いいですよね。好きですね。そういうカルチャーが。続いてラジオネーム、ハイパーミニマリスト起業家さん。起業家ですね。起業家。徳丸さん、皆さん、おはようございます。先日レターで紹介されていた The Minimalist Entrepreneur を読んでいます。今では売上の大半がクライアントワークとなってしまった、かつて起業家だった私も、もう一度自分のビジネスと作る意欲が湧いてきました。刺激になる本をご紹介いただきありがとうございます。現在はハッカーと画家を読まれているようですが、起業の文脈でこの本を手に取られたのでしょうか。私は20年くらい前にリスクの仕事をしていた時にこの本に出会い読みましたが、ほとんど内容は忘れてしまいました。普通の奴らの上を行けというエッセイがあったことだけ覚えています。今読み返すと当時とは違った刺激を受けそうなので読んでみたいと思います。先週はアシュタンガ正式指導者から指導を受けた方が良いとのアドバイスをありがとうございます。少し遠いですが IYC 荻窪に通えない距離ではないので練習に参加して感想をご報告したいと思いますってことで、ミニマリスト起業家さんね、ありがとうございます。なんかまたヨガ連続して続いてるのこのね、面白いなんか僕結構ランダムに読んでるんですけど、自分が気になるものを。でもなんかなんかヨガがね、さっきもあって、で、またヨガが連続して、ちょっとヨガの言葉が続くみたいな感じで、レターで紹介したね、ミニマリストアントレプレナーとハッカーと画家っていうことで、そう、私毎週ね、ニュースレター、無料のニュースレター書いてますけど、そこでは毎週読んでる本とか、今読んでる本を掲載してますので、なんかちょっと同じね、時丸と同じちょっと読書感覚っていうか、なんかそういうネタとしてもね、どういうものを読むかみたいなのに迷っている人もね、そこね、なんか参考にしていただけると嬉しいですね。で、ハッカーと画家はね、別に起業の文脈ではなくて、ポール・グラハムっていうか、ポール・グラハムが、彼が結構エッセイ書くのがうまいじゃないですか。なんかバリバリのコーダーなのにエッセイもコードのように書くみたいな感じで、僕なんか文筆家としてのポールみたいなところをちょっと研究したいなっていうのがなんかあって、で、これはだからエッセイとして読んでるって感じですね。で、あと20年ぐらい前の本なんで結構古いんですよ。だから彼がでも言ってること、当時言ってることが今結構現実になっていたりとか、結構なんか予言的な感じがするじゃないですか。だからそれが結構面白くて、だから今の技術と彼が20年前に言ってた技術の整合性みたいなものを一回ちょっと確認してみたいなと思って、なんかそういう気持ちでね、手に取りましたね。いや、結構面白いですね、やっぱね。ハッカーとエンジニアリングと画家っていうのは結構近いものだっていう。で、彼はハーバードで計算機科学のね、あれを取って、専攻取って、もうそこで博士やって、で、そこからね、画家になってるんですよね。画家になってるというか、芸術大学に、美術大学に入ってるんですよ。実際にプログラミングとかコーディング学んで、美術も学んでるから、だからそこがね、なんかエビデンスとしてっていうか強いというか、結構稀有な人だなって思いますね。なんか面白いですよね。で、ミニマリストアントレプレナーもね、これもプログラマーの中では結構定番の本ですけど、これもやっぱ面白いですよね。やっぱ特にそういう風な、AI が出てきて、今余計にソロプレーナーみたいなものの働き方とかが、帯同してきてるんで、今後ますます、僕もそうですけど、やっぱ個人で、開発とかして、自分でプロダクト作
作っていくみたいな人ってどんどん増えてくると思うんですよね。だから僕もそういう風なところを研究してるし、そういう風な発信をね、今後もね、やっていきたいなと思います。だからまあその本を読むことによって、かつてね、起業家だったこの方も、ね、もう一回自分でね、作る。今はその売上の大半がクライアントワークだけど、ね、かつて起業家って書いてるから多分ね、やってたんでしょうね。自分でプロダクト作ってね。だからそこにね、もう一回ね、ちょっとね、踏み込んでみるみたいなこともね、ちょっと新しいことで面白いかもしれないですね。ぜひね、一緒に作っていきましょう。で、進捗あったらね、またレターもお待ちしております。ありがとうございます。続いてラジオネーム、クロノトリガーの音楽が好きすぎるさんからいただいてます。時丸さん、こんにちは。初めてお便りします。先日、過去動画でミニマリストの副業5選というものを見ました。4つ目に出てきたものとして知見のお話をされていて、とても興味を持ちました。私は今年39歳、おそらく時丸さんと同級生になり、先日、献血100回を達成しました。大学生から始めた献血が100回を超え、ちょっとした達成感を感じています。時丸さんは学生の頃一度だけ治験のバイトをされたとお話しされていましたが、時丸さんがやられた治験は具体的にどのようなものだったのか教えていただきたいです。採血とおっしゃっていたので、薬を飲んだ後採血して終わりだったのかなと勝手に推測しています。が、その治験の内容や得られた報酬など具体的な内容が聞いてみたいと思いお便りしました。自分の体を使って社会貢献できたら良いなという気持ちがあるため、お話を聞いて参考にさせていただきたいです。よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございます。参考にできることは多分ないですね。これだからもう20年以上前なんで僕も内容とか忘れてて。で、まあ、おっしゃる通り、でも採血なんで、薬は飲みました。なんか薬を飲んで、多分でも3日ぐらいね、なんか連続して飲んだ記憶があります。で、なんか一番最初に採血されて、で、薬渡されて、で、それ飲んで、もう一回、同じ病院行って、で、そこでもう一回採血するみたいな、2回だから採血してるんですけど、で、それで終わった感じです。で、それが何のあれだったか覚えてない。なんかアレルギー薬とかなんか多分そういう薬だったのかな。で、報酬はね、その時ね、3万円だったかな、多分。2万5千、でもなんかキリ良かった感じするんで、多分3万円ぐらいだったと思います。はい。だから僕は全くその知見に関してディープな経験してないんで、先輩とかはね、もうなんか、1ヶ月とか1週間なんか、ベッドで泊まったりとかしてね、すごいことやってましたけど、だから僕はね、全然浅いね、知見でしたね。もうこの方の方がすごいですよね。これ100回、献血100回でしてると。達成してると。いや、これはなんかすごい、ちょっとしたなんか偉業ですよね。100回っていうと結構なペースじゃないですか、これ。だから毎年やってるってことですかね。なんか、そうやって自分のね、献血によってその社会貢献するみたいなところもね、なんか素晴らしいと思います。まあ、やりすぎるってことはないとは思いますけど、まあ、自分の体がね、不調にならない程度に、活動されていくことを願っています。はい、ということで今週もたくさんのお便りいただきありがとうございます。また来週もお待ちしております。ということで、次ね、コメント読み上げ Q&A コーナー行きたいんですけど、ちょっとね、時間がね、終わりの時間が迫ってまいりました。今週も読み上げることがちょっとできなさそうです。盛り上がってます。お便りが思ったより、もう祭りです。祭りになっています。で、もうわっしょいわっしょいわっしょいって感じで、よっしゃぜよっしゃぜ盛り上がってきたって感じで、だいぶ盛り上がってますので、もうこのまま水曜日盛り上げていきましょう。祭り始めていきましょう。もうね、そろそろもう年末終わりですから、もう祭りです。今日から祭りやっていきたいと思います。祭りやっていきましょう。で、今週末日曜日はライブちょっと予定してますので、ぜひご参加ください。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回のラジオ、そして動画でお会いしましょう。そして今日も、気をつけていってらっしゃい。